朝目が覚めると、昨晩降り出した雨がいまだ運河の表を小さく叩いていました。さあ、朝ごはんの準備をしましょう。昨日帰りに買ってきた食材で順次がスープを作ってくれました。ホストさんがくださった小さなパイも一緒に美味しいコーヒーでいただきます。食事の後は慣れない洗濯機と格闘して午前中に2人分の洗濯を済ませます。私はいつも移動時の服を除き着替えを3日分持っていくので、今日洗濯しておけば安心です。お昼前、今日もバポレットに乗るべくファンダメンタヌオーベに向かいます。今日は昨日お庭を散策したマッツォルボ島のオステリア・コンテンポラネアへお昼を食べに行きます。マッツォルボ島に着きました。私たちを乗せていたバフォレットを見送りながらベニッサへと向かいます。ここですね。ここ、右右。
オステリア・コンテンポラネアは幻のブドウドローナを復活させて作られたワイン、ベニッサの世界観をラグーナの豊かな食材とともにカジュアルに楽しめるレストランです。復活した幻のブドウから作られたワイン、ベニッサを飲みたかったのですが、実はこの時私は少し熱を出していたので、きちんと味わえないと思い、少し軽いワインをいただきました。乾杯。お料理が来ました。まずはチケッティメニューから、バッテラマンテカートとスズキのカルパッチョをいただきます。順次がプリモピアットに頼んだのはスベリヒユとイカの肝のフジッリ。私はブルークラブのスパゲティーニをいただきました。セコンドピアットには2人で本日の鮮魚をいただいたのですが、驚いたことにサイドディッシュが別皿で4つもついてきました。お庭の席でランチをいただくという淡い夢は消え去りましたが、雨だからこその静けさが最高に贅沢でした。ごちそうさまでした。トルチェッロ島に着きました。ここには私がぜひ一度は見てみたいと望んでいたベネツィアの干潟を眺められる鐘楼と、作家の菅敦子さんが愛した聖母のモザイクを有するベネツィア最古の教会サンタマリア・アッスンタ大聖堂があります。大聖堂までは船着き場から徒歩10分くらいです。では大聖堂までの道すがら少しだけこの島について話しましょう。ベネツィア発祥の地であるトルチェッロ島は5世紀中頃、異民族の侵略から逃げ場を失ったローマ人たちがラグーナの浅瀬に逃げ込み集落を作り住み始めた最初の場所です。その歴史の中で638年に司教座がここに移され、サンタマリア・アッスンタ大聖堂の元となった最初の教会が作られ、やがて1008年の大改修時に現在の姿になったそうです。交易ルートの要衝として、そして塩の貿易を通してトルチェッロは大繁栄し、7世紀頃には豪華な邸宅や教会が立ち並び、
ついには数万人の人口を誇るラグーナ最大の都市となります。しかしやがて12世紀頃から浅瀬に砂が溜まって船が入れなくなり、同時にマラリアも猛威を振るい始め、人々は建物を解体して現在のベネツィア本島へ移築移住を始めました。こうしてトルチェッロ島は大聖堂だけがポツンと残された現在の姿になっていったそうです。大聖堂前の広場に来ました。この広場はベネツィアの元となった町トルチェッロの中心地だったそうで、大聖堂の他に当時の市役所と公文書館が残されています。この時点で午後3時半過ぎだったのですが、大聖堂は5時に閉まるので、そろそろ入場券を買いに行こうと思います。私たちは鐘楼にも入れるチケットを買い、最初に鐘楼へ向かいます。この旅の目的の一つである鐘楼からの干潟の眺めを見に、いよいよここから上まで登っていきます。午後5時、大聖堂から出ると雨はすっかり上がり、青空が広がっていました。大聖堂内部にはベネツィア最古である11世紀のモザイク画ホデゲトリアの聖母子像、荘厳のキリスト、
最後の審判と地獄の10日計3枚があり、大変素晴らしかったのですが、道内は撮影禁止のため、こちらにコモンライセンスの画像をいくつか載せておきます。これらは2019年に起きた記録的高潮による被害のため、現在修復中であり、道内には足場が組まれておりますが、面白いことになんとこの修復中にそれまで知られていなかった9世紀のフレスコ画がモザイク画の下から出てきたため、現在は大掛かりな調査と修復が行われており、しばらくこの足場は外れないかもしれません。それにしても洪水で新たな歴史的事実があらわになるところが、なんともベネツィアらしく胸の高鳴る出来事ですよね。私はどうしても鐘楼から見た干潟の姿をもう少し近くで見たくて、行けるところまで行ってみることにしました。 OK。 そんなに遠くないから。橋さん多分。ほら、もうこの小屋が見えてきた。ちなみにちょっと面白い偶然なのですが、実はランチに行ったベニッサがあるのはこのサンタマリア・アッスンタ大聖堂のおかげでもあるのです。というのも2002年にプロセッコで有名なワイナリーの当主が観光でサンタマリア・アッスンタ大聖堂を訪れた際、近くの民家の菜園に見慣れない美しいブドウの木が生えているのに気づき、気になった当主は民家の家のベルを鳴らし、これは何の種類のブドウですかと尋ねたところ、なんと1966年の大洪水で絶滅したと考えられていたドージェ総督も愛した黄金のブドウドローナ種の奇跡の生き残りであることが判明し、そこからこの幻のブドウを復活させワインを作るフェニッサプロジェクトが立ち上がったからです。実はベニッサとはベネツィアの古い方言古ベネツィア語で、ベネツィアそのものを意味する言葉であり、いわばベネツィアの古い呼び名だったわけですが、ベネツィアで最も古い大聖堂を訪れた際に、幻のブドウが見出されるべき人に見出され、ワインとなって復活し、古のベネツィアの名を冠するなんて、ちょっと運命のようなものを感じてしまいます。あの場所が祝福で満ちていたように感じたのも、何かそういった理由があるのかもしれません。鳩じゃないよ全然。トルチェンロの船着き場まで戻ってきました。この時間はもうブラーノに行く便しかなかったので、ブラーノ島まで乗ってもう一度最後にベニッサの庭を通り帰ろうと思います。
さて、雨の干潟を巡るお散歩旅いかがでしたでしょうか。マッツォルボ島で干潟の恵みをゆっくり味わった後、ずっと見たかった干潟の姿と聖母を求め、ベネツィア発祥の地を訪れましたが、雨上がりの美しい島を思いがけず独り占めできたような忘れられないお散歩となりました。次回は激しくなっていく雨の中、ずっと行ってみたかったある人の邸宅美術館を訪れ、ベネツィア最後の一日を過ごします。それではまた次の動画でお会いしましょう。